日本人はなんかとかやばいとかあざすとか短い言葉で気持ちを表すことが多いと思いませんか？今日は日本人がよく使う口癖についてお話ししていこうと思います。シラの日本語ポッドキャスト。こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。このポッドキャストではゆっくりと自然な日本語で日常会話や日本の文化についてお話ししていきます。ぜひリラックスしながら最後まで聞いてもらえると嬉しいです。今日もよろしくお願いします。早速日本語の口癖について今日はお話ししていこうかなと思うのですが、一つ目はなんかです。これは私自身本当によく使う言葉で、使いすぎてちょっと気をつけないといけないなと思うくらいよく使う言葉です。これは理由がはっきりわからない時とか、少し柔らかく相手に伝えたいとか、自分でも正確な理由はわからない、曖昧だけど相手に伝えたい、今の気持ちを伝えたい、そんな時に使います。なんか疲れた、この時のなんか疲れたのなんかは今日疲れることそんなにしていないけど疲れたとか、いつもは全然疲れないのに今日はとても疲れたとか、疲れたの理由はたくさんあると思うのですが、その理由がわからない時や説明することがめんどくさい時にも使う表現です。他にもなんかいいね、こんな時にも使います。なんでかわかんないけどそれ素敵だね、いいねって時にも使います。でも私が一番よく使うのは何かを説明する時が多いような気がします。例えば私が昨日美味しいパンを食べたんですね。パンを食べたことを紹介したいときに、美味しいけどどんな味、どんな材料を使ったものなのかはっきりよくわからなかった、少し自信がない、そんな時あるじゃないですか。そんな時は美味しいパンを昨日食べました、なんか少し甘いんですけどなんかなんて言ったらいいんかな、なんか少しケーキみたいに甘いんですけど、甘すぎることもなく美味しかったですとか、なんかバナナのような味がしましたとか、いちごのような味がしましたとか、本当にいちごが使われているのかバナナが使われているのかわからないけど、そんな感じの味がしましたっていう時によく使います。はっきりしない時になんかという風に使ったらバッチリな表現です。二つ目はなんとなくです。これは先ほどのなんかと似ているのですが、これもはっきりした理由はないけどとか、自分でも正確な理由はわからないけど、そんな時に使います。なんとなく好き、なんとなく嫌だ、なんとなく美味しい、なんとなく食べる、なんとなく起きてみたっていう風に、この最初についているなんとなくは特に特別な理由はない時や、自分でも
必ずこうしようと思っていなかったとか、多分こうだよねみたいな感じで考えながらお話ししている時なんかに使う言葉です。あとは普通にもよく使います。この普通になんですけど、例えばご飯を食べた時、普通に美味しい。この表現はとってもいいかと言われると少し悩むのですが、例えばミシュラン三つ星のお店のようなところでご飯を食べたら、わあすっごく美味しい、こうなると思うんですね。そうじゃない普通のレストランとかでご飯を食べた時に、普通に美味しい、こう言うとすっごく美味しいってわけじゃないけど美味しい、こんな時に使います。少し使い方が難しい曖昧な表現だなと思うのですが、日本人はこういう曖昧な表現よく使います。そして4つ目はやばいです。これは若い人がよく使う言葉のイメージもありますが、最近はもう若い人とかだけではなくてみんなが使う言葉なのかなというふうに思います。ですがカジュアルな言葉です。会社とか就職活動、面接を受けるとき、仕事中などではあまり使わない表現ですが、お友達や家族とお話ししているときに本当にたくさんよく使います。これは驚いたときにもよく使うのですが、自分が思っていた以上のことが起きたときにもよく使います。例えばケーキを食べますね。ケーキを食べた時に自分が思っていた美味しいよりもっともっと美味しかった時、この時にやばい、このケーキやばい、こうやって使う時があります。これはとても美味しいという意味で使っています。このやばいという言葉は本当にいろいろなところで使える言葉なのですが、先ほどお伝えしたみたいに思っていた以上のこと、良かった時にももちろん使うのですが、困っている時にも使えるんですね。例えば友達との待ち合わせ時間が9時だったとしますね。その9時に起きました。友達と会う時間だったのに今起きた。そうするとすっごく困りますよね。友達と会う時間にもう間に合わない。遅刻してしまう。こんな時に友達に、やばい、今起きた。やばい、ごめん、遅れる。こういう風にメッセージを送ったりもします。なので、このやばいについては、期待以上の良かった時の表現にも使うんですけど、困った時にもよく使います。このやばいについては、日本語のドラマやバラエティなどいろいろなところでたくさん出てくる表現なので、どんな風に使われているのかぜひ注目しながら聞いてみてほしいなと思います。このやばいはすっごく驚いた時にももちろん使う表現なのですが、もう一つ驚いた時に使う表現があります。それが5つ目、待ってです。これは本当に少し待ってくださいという意味で使っているのではなくて、詳しくこの言っている時の心の気持ちを説明すると、
ちょっと待って、理解が追いつかない、こんな風に言っている表現だと思います。例えば、友達が長く付き合った恋人がいたとしますね。もう3年とか5年くらい付き合っていて、いつ結婚するのかなっていうふうに私が考えていたとします。友達も恋人との結婚を考えているような仲だったとします。それなのに急に友達と会ったら、そういえば恋人とお別れした、こんな風に言われた時にすっごくびっくりするじゃないですか。そんな時に待って、こういう風に使います。待って、これだけでも使うんですけど、本当に驚けば驚くほど、待って、こういう風に待っての量がたくさんになります。これは私だけじゃないと思うのですが、彼氏と別れたんだよねって言われたら、待って、こんな風に使います。そして6個目、最後はそれなです。これもお仕事している時に使うような言葉ではなくて、少しカジュアルな言葉にはなるんですが、これも日常会話でとってもよく使う言葉で、ドラマやバラエティでもよく出てくるのではないかなと思うのですが、本当にそう思うという意味で使います。例えば、マックのポテトって本当に美味しいよねって言った時に、本当にそう思うでももちろん OK なのですが、日本人はそれな、こうやって使います本当にそう思うという意味でよく使うのですが、短くそれな、それな、こうやって使いますぜひ一度使ってみてほしいなと思います。はい、ということで今日は日本人の口癖、短い言葉で伝える表現についてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？特にやばい、それなとか今日お話ししたこんな言葉は本などにはなかなか載っていない表現なのかなと思うのですが、皆さんの国にも本では学べないような、その国でしか使わない表現、リアルな表現はありますか？ぜひぜひ教えてもらえると嬉しいです。このポッドキャストではこれからも自然な日本語で日常会話や日本の文化についてお話ししていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をして次回以降も聞いてくださると嬉しいです。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シラでした。